2021年3月8日の11時27分です。私、今なぜか札幌にいるんですけど、いろんな条件がありまして、で札幌でわざわざ、エヴァンゲリオン見てまいりました。なので最速のレポートをしたいと思います。でただね、ネタバレ気になる方いらっしゃると思うんですけど、料理を食べる前に材料は卵でしたって言われたら、いろんな味わいがあり得るじゃないですか。なのでこれから僕は材料の話みたいなネタバレは多分するんですけど、結論どうなったかみたいな、ストーリーがどうなったかみたいなネタバレはしません。なので厳密なネタバレを気にする人とかはですね、ここはお話聞かないでいただきたいと思いますが、という前置きをした上で、レポートしたいと思います。今回のエヴァンゲリオン、圧倒的なアートムービーでした。もう本当に色と動きの芸術としてこんなすごいのないよねっていうのを超ド級で見せられました。で最後のテロップバーって出てくるじゃないですか。出てくるんですけど、原画マンの方々がですね、ほとんどテレビシリーズの監督クラスの人しかいないんですよ。もうその日本代表クラスの人たちがうわーっと集結して作ったら、そりゃあこのクオリティになるよねっていう圧倒的なクオリティのアートムービーを見せられたなっていう気がするんですが、でそのすっごい実力者たちを使って一体どんなアートムービーが作られたかというと、これね、言ってしまうと引用とパロディの、世界大会です。いやーすごい、もうありとあらゆるものが引用されてましたよ。もう特に日本映画が好きな人たちっていう感じがすごいしました。東映っていう感じがもうめちゃめちゃするし、初めからもうトラックやろうっていう感じがすごいし、途中でアジャパーみたいな話とか出てくるし、他にもですね、高倉健みたいな感じだったりとか、あとは僕が気づいたところで窓際のトットちゃん的なところ、あとはジブリ的な戦後のイメージ、あとはもうワンダースワート軍兵とかですね、角川映画も当然あったし、安野美岡さんのシュガシュガルーンとかもとっても分かりやすく引用されてましたね。とかね、あったんですけど、結局、オタクの一番初めに好きなものは、戦艦と電車であるということが如実に語られて、おります。わざわざすごい人たちを集めて、なぜこういう形になったのかってちょっと考えながら見てたんですけど、結局20数年かけてエヴァンゲリオンってものすごい影響力を獲得してるんですね。でなのでみんなが納得する結論とかじゃなくて、多分本当に重要なことを言うために映画作ってた気がします。でどんなことかというと、結局引用とかパロディとかを作ることっていうことが二次創作みたいなことだと思ってる方いると思うんですけど、結局何かの表現って全部現実の二次創作なんですよね。っていうことをこの影響力とこの技術力を駆使してだろうっていう風に言ってきたんじゃないかなっていう気が私はしまして、だから二次創作だからこそ素晴らしいっていうのがエヴァンゲリオンだったんじゃないかなという気がします。二次創作だから自分たちが楽しいこと、そしてそこで作られているものの趣味の良さ、そしてその力があるっていうこと自体がエヴァンゲリオンという現象だったんじゃないのかなっていう気がものすごくするんですよね。本当にいろんなことが回収されていく感じだったなあとね、最後今日僕 4DX で見てたんですけど、この作品 4DX で見るのめちゃくちゃおすすめです。個人的にはお風呂シーンでわざわざ水蒸気がたかれるところがこの 4DX の使い方あったかっていう、感じの不思議な感動をしました。はい、ということで、以上エヴァンゲリオン午前中のうちにレポートでございました。